はい、お疲れ様です。時丸です。今日ギア紹介していきます。新たに、これですね、シューズ手に入れました。ビボベアフット。ファーストインプレッションということで、ちょっと今、届いたばかりで開けていきます。シンプルですね。中これ入ってるので外していきましょうか。はい、これランニングシューズというか、トレイル向きのランニングシューズになります。で、ソールがもうほぼこのフラットでペラッとしてるんですよね。いわゆるベアフットっていう、類のシューズになって、ムーンライトギアさんが取り扱いで、イギリスだったかな、確かイギリスのブランドなんですけど、薄いので、地形をダイレクトに捉えられる。初めて買ってみたんですけどね、なんか結構不思議な素材感ですね。分かりますかね。なんか薄いラバーみたいなものがこう周りをカバーしてる感じで、ここはメッシュになってる。でモデル的にはね、プライマストレイルニットっていう、プライマストレイルニット FG っていうモデルです。で結構いろんなモデル出してて、街履き用から、普通のフラットなトレーニング用からトレイルランニング、山に行くみたいな感じのシューズで、僕山行くので、こういうちょっとグリップの強めのものをちょっと今回試してみようかなと思って、手に入れた感じです。で、前々から気になってて、これはカメラマンの先輩の二瓶師匠とかね、よく履いてるんですよ。で、僕も結構ベアフットはもう実は長くて、今ここに履いてるシューズちょっと持ってきたんですけど、ちょっとこう置いといて、このゼロシューズっていう、これサンダルですね。ベアフットサンダルをもう4年ぐらいかな、これ履いてますね。でこれももうこのソールペラッペラで、世界に一番こう走る民族でタラウマラ族っていう民族がいるんですけど、そういうこう裸足でワラーチっていう、いわゆるゴムタイヤみたいなものをそのままサンダルにして、サンダルで長距離を走る民族がいるんですけど、やっぱり人間の足ってこう前からもともとフォアフットで着地するように作られてるんですよね。だけど、いわゆる大手メーカーのこうクッションの強いランニングシューズが流行ったおかげで、結構こうかかとからいっても走れるように進化したんですけど、本来は前足着地で走るっていう。で、そういうこうもともと持ってる人間の体の作りの身体性みたいなものを取り戻すために、いわゆるトレーニングとかで測れるようなもので、本当にこうペラッペラなので、普通に歩いてると、今までのこう厚底のスニーカーの感覚で歩いてると足が痛くなるんですよ。なのでそれが自然とこれ履いてるとフォアフット前着地になっていって、だんだんとこう本来の足の使い方ができてくるっていうものなんですけど、で僕もこれ最初はすごい苦労して、全然感覚つかめなかったんですけど、もう1年ぐらい履いてたらだいぶ慣れてきて、でそれをもう3年続けてる感じです。で大体春から秋ぐらいにかけてはずっとこのサンダルで過ごしていて、去年ぐらいからランニングもこれで始めるようにしたんですよね。ちょっと千葉と2拠点の生活してたんですけど、千葉と東京で暮らしてた時になんかランニングシューズを持って移動するのが大変だなと思っていて、でもうそれだったらこのサンダルのまま走れないかと思って、で去年ちょっとトライしてみました。でそこから、裸足で、このベアフットシューズで、ランニングもちょっとするようになってきました。だから多分結構足がちょっとずつベアフットの方にこう慣れてきてるんだと思いますね。でいろいろ、登山にも効果があるし、あと今やってるヨガですね。ヨガもその足の使い方っていうところで、足全体を
こう使えるようになるので、そういうちょっとトレーニングとしても効果的かなと思って、今回こっちのビボの方を試してみるようにした経緯ですね。ルナサンダルとかね、いろいろあるんですけど、僕このゼロシューズはすごく気に入ってますね。すごいミニマリストなシューズで、これも本当にペラペラなんですけど、4年ぐらい使い込んでこれくらいのゴムの減り用なんで、結構丈夫に作られてるんですよね。薄さもこれルナサンダルよりおそらく薄いので、ダイレクトにこう足の、裸足の感覚を味わいたい人にはおすすめです。で今まで使ってたランニングシューズがブルックスのシューズでした。でちょっと汚いんですけど、すいません、すごく汚れてて、でこれも良くて、今まで山に行く時って割とブーツとか履いてたんですけども、最近はこういうちょっとローカットの、トレランシューズで行くようになりましたね。でこれもトレイルっぽい感じでグリップがいい感じになってるんですけど、もともと山を走るように作られてるシューズで、で普段やっぱ僕その持ち物を極限まで少なくしたいっていうか、持ちたくないっていうのがあるので、ランニングシューズとか登山用のシューズとかで、普段の日常のシューズとかってなんかそれぞれ分けて持つとすごい数が増えるじゃないですか。だからこれ一つでもうランニングも登山も今やってるんですよ。やるようにしたんですよね。そうなるとその登山靴っていうのがもういらなくなって、で一方でそのランニングシューズみたいなものももういわばこれ一つになったので、すごく楽になったんですよ。でこれもこのブルックスもね3年ぐらい履いてますね。コロナになる前ぐらいにちょうど買ったので、その間ずっとこれもう結構ボロボロ、意外とボロボロだったんですよ。ただねソールはこれも丈夫で全然減ってない。このやっぱこの布ファブリックのところが若干剥がれてますけど、やっぱり丈夫に作られてるんですよね。岩場とかも行けるようにね。だから、ちょうどこういう傷んできたので替え時かなと思って、こっちのビーボを試してみようかなっていう、感じです。いいですね。なんとなく白にしましたけど、多分こう汚れ目立つでしょうねこれね。で軽いですねやっぱね。どうだろう。でもブルックスも軽いから、ただやっぱゴムの感じがあるから若干こっちの方が重いかもしれないな。これは多分ニットのモデルで、この周りのですね、ここのちょっと絞りが入っているので、多分足首がこう履いた時に包まれて、こう石ころとか枝とかが入りにくくなる構造だと思うんですよね。結構これの悩みがやっぱり走ってると、これ普通のオープンな感じなんで入ってくるんですよ。意外とやっぱ走ってる最中にそういう小枝とかね、山で入ってくると気になるんですよね。ちょっと絞り効いてるタイプのものを選んでみました。はい。で、ちょっとついでに、今まで使ってるシューズをちょっと並べてみましょうかね。はい、今並べてみました。でこれが僕が持ってる靴全部ですね、全てですね、さっきご紹介したブルックスのランニングシューズと、ゼロシューズのベアフットと、ジャーマントレーナー、マルジェラのジャーマントレーナーです。これも2年ぐらい履いてますね。すごく丈夫で、全然壊れない。若干ソールはもうちょっと穴開いてきてますけど、でだから今4足目になったと。でおそらく多分ランニングシューズをリプレイスするので、同じ3足でいくのかなって感じになりますね。ただもう日常的にそのビボを兼ねられるのであれば、僕のちょっと戦略としてはこう、このベアフットで2足で生きられるといいなっていう感じですね。これくらいできたらいいですね。ちょっとこれはもう試してみてからになるので、ちょっとこのビボがどれくらい使えるかによっていろいろ耐久性のこととかもねあると思うんで、毎日履いてるとやっぱどうしても痛み早くなっちゃうので、その辺を実験しつつ、また調整していきたいと思います。はい、ということで今日はビボベアフット、
新しいギア紹介をしてきました。でやっぱり靴は履いてみないと分かんないんでね、これからいろいろ履いてみて、使ってみて、またその様子とかもね、上げれたらと思いますので、ご覧いただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。